皆さんこんにちは、ガジェログです。今回は Oppo Band2 というスマートバンドが発表されましたので、スペックの方を解説していきたいと思います。Oppo と言いますと、どちらかというとスマートフォンでご存知の方も多いと思いますけども、スマートウォッチやスマートバンドというものも出ています。この Oppo Band2 は少し前に中国にて発表されていたモデルになりますが、ここに来てようやくですね、1月の23日月曜日に日本国内にて正式に発表されました。では一体どんなスペックになっているのかご一緒に見ていきましょう。というわけで Oppo の日本公式サイトの情報をもとにお届けしたいと思います。では早速本日も行ってみましょう。ではまず最初にワークアウトのモードを見ていきたいと思います。100種類以上のスポーツモードということですけども、個人的には屋外ウォーキング使っています。また時々筋トレとかですね、そのあたりも使っているんですが、ほぼ皆さんが普段されているスポーツに関しては入っているんではないかなと思います。そして進化したランニングモードということなんですけども、これはですね、ピッチや歩幅、心肺持久力、また有酸素運動のレポート、心拍数の回復率、また体力回復時間など、より専門的なデータを提供できるようになりましたよと出ています。全部で13種類の専門的なランニングコースが、より科学的、効率的に適切なペースでのランニングをサポートしますと出ています。ちなみに GPS は搭載されていません。その各種モードになりますが、こういった画面になっているようですね。平均心拍数とかね、出ていますが、この辺は他のね、スマートバンドでもよくある感じのインターフェースになっていますし、またランニングのペースガイドというこういった画面も出ています。また距離の設定っていうのもありますね。この辺も他のスマートウォッチやバンドと変わらないような機能になっています。そして気になっている方多いんじゃないかなと思いますが、このね、Oppo 独自開発のプロテニスモードということですけども、なんとショットの数や種類を記録しますよと出ています。プロテニスモードの画面になりますけども、ショットの合計、こちらに出ていますね。100回打ってますよと出ています。そしてショットの配分とありますが、テニスされている方にとっては知りたい情報かもしれません。またスイングスピード、最近のヒットとありますが、時速200キロ。この辺もね、ちょっとすごいかもしれませんね。そして次に充実した睡眠、健康サポートとありますが、ヘルスケア関連の情報になります。まず最初に睡眠モニタリングに関してですね、眠りを総合的にモニタリングとありますが、一番左側は就寝前とありますね。就寝リマインダーが就寝時刻をお知らせ、またペアリングしたスマホのスリープモードを起動して眠りにつく準備を促しますとあります。そして睡眠中のモニタリング、また起床後のモニタリングの結果を表示してくれるわけですけども、ノンレム睡眠やレム睡眠の記録もね、しっかり捉えているという感じですね。この辺はヘイトアップヘルスですかね。そういったアプリを使ってより詳しい情報が見れるかと思います。そして次に心拍数の1日中のモニタリングということで、24時間のモニタリングに対応しています。このあたりもね、他のスマートバンドと同様の機能になっていますが、24時間モニタリングしてくれるというのは安心感があります。他のヘルスケア関連になりますが、座りすぎリマインダーですね。1時間ごとに立ってくださいねっていった、そういったリマインダー機能だと思いますし、また水分補給もしてくださいと。そしてストレスリマインダーということで、一定の高ストレスレベルを測定するとリラックスしてくださいねというふうにリマインダーされるという機能だと思います。ちょっと気になりますのは、血中酸素のことが書かれていませんので、この後ね、ちょっと注意しながら見ていきたいと思います。そして次になりますが、バッテリー駆動に関する情報になります。直感的に使いやすいデザインと機能性、驚きのバッテリー駆動時間とあります。1回のフル充電で最長14日間の連続使用が可能ですと出ています。しかしながらここにね、米5みたいなのが出ていますけども、おそらくこれはね、モードによって違いますよということが書かれていると思いますが、標準で14日間ではなく最長になっているのがポイントですね。最長っていうのはかなり機能を制限して使った場合の最長になりますので、もしかしたらですね、ちょっとこれよりも相当少ない数字が出てくるかもしれません。しかしながらですね、充電時間がめちゃくちゃ早いっていうことなんですけども、バッテリーがあと残量わずかですよって言った時に5分の充電で1日使用することができるようです。そして次にディスプレイに関する情報になりますけど、サイズは 1.57 インチの大型ディスプレイの AMOLED になっています。有機 EL ディスプレイになっています。大きくなったディスプレイとありますが、以前の Oppo バンドスタイルというね、Xiaomi スマートバンドみたいな細長いタイプのものよりも 74% 大きくなりましたよと出ています。また最大輝度は500ニトになっていますが、この辺はね、スマートバンドにしては結構明るめかもしれません。そして色域に関しましては DCI の P3 に対応していますが、この辺はね、発色がいいものになっています。ちなみに補足の情報になりますが、なんとですね、常時点灯モードには対応していないということです。Always on Display AOD には対応していません。ここはちょっと残念ですね。
後発で出てきて、このサイズっていうのはね、ファーウェイバンド7とかファーウェイバンド6、もしくは Amazfit バンド7とかね、人気のあるこの長方形のサイズになりますけど、どのモデルも今は AOD 常時点灯モードは搭載しているんですけども、なんと後発のこちらのモデルはついていないということです。 AOD が搭載されていれば使わないっていう選択肢も生まれてくるんですが、もともとついていませんので、他のモデルと競争していく上では難しいのかなっていう感じもします。そして次に文字盤に関する情報になりますが、約150種類から選べる文字盤とあります。サンプルがねいくつか出ていますけども、パッと見の印象としては使いやすいものがあるんじゃないかなと思います。このあたりは実際ちょっと見てみたいところですね。カラーリングに関しては本体がこちらのねシルバーのものに対してブルーとホワイトというねちょっと爽やかな感じのもの、そして全体的に全部ブラックということで、こういったね今までよくあるようなデザインのものになって、無難なデザインになっています。このカラーリングは2種類になっているということです。そして重さがね、なんとここに突然出てきましたが、約 33g となっています。おそらくこちらのね重さになりますと、このねストラップバンドとそして本体込みの全体の重さだと思われます。そして充実の便利機能とありますが、メディアコントロール、他社でいうところの音楽再生コントロールですね。これはスマホで再生した音楽や動画も腕元のOPPOバンド2から操作できますよと出ています。しかしながらですね、こちら注意事項になりますけど、なんと iPhone でペアリングした場合は使えないということになっています。これはちょっと残念ですね。なんと後発でこれが使えないというのはちょっと痛いなと思います。最近ではファーウェイバンド7がですね、Android ユーザーでないと音楽再生、こういったねメディアコントロールできなかったんですが、昨年のアップデートで iPhone ユーザーでも使えるようにしてきたっていうこともありますので、この辺は後発ながら制限してくるっていうのはなかなか難しいのかなっていう感じはします。そして他には当然ながらアラーム機能、これはどうなんでしょうかね。スマートアラームがついているんでしょうか。そしてスマホを探す、こちらのなんとスマホを探すも iPhone ユーザーは使うことができないようです。そして通知とリマインダー、また 5ATM 防水性能ということで 50m 防水に対応しています。 iPhone とペアリングする方にとってはね、このメディアコントロールとスマホを探す、こちらはどちらもちょっと気をつけないといけない点になります。またここには出ていませんが、睡眠モニタリングの中の呼吸障害リスクも iPhone ユーザーの方は使うことができないようです。そして同梱品になりますね。本体とともにクイックガイド、安全ガイド、そして充電ケーブル、磁石で吸着できるタイプが同梱されています。ではまだ触れていない詳細情報について見ていきたいと思います。気になるところになりますけども、まず厚みですね。最厚部となっていますが、約 11.4mm とありますので、他社と比べてやや厚いかなという感じですね。例えば最近のファーウェイバンド7になりますと 9.99mm とかね、ギリギリ1センチ切ってきたっていうようなね、そんな感じで作ってきていますので、この辺はちょっと後発にしてはちょっと厳しいかなという感じもします。そしてバッテリーの容量も出ていますね。200mAh ということで、この辺はスタンダードな容量になっていると思います。他社とほぼ同じということです。そして先ほどもちょっと触れましたけどね、充電の時間になりますが、約60分でフル充電ということで、スマートウォッチ全体から見ても早めの充電になっていると思います。そしてバッテリーの使用時間出ていますが、軽度の使用で14日間、2週間と出ています。やっぱりそうなんですね。あんまり使わない状況であれば14日間。そして中程度、おそらくこの辺が多くの方の使用状況じゃないかなと思いますが、私も多分これぐらいになるんじゃないかなという気はします。そして重度の使用とありますけどね、これ相当使った場合は5日間ですよとあります。そして NFC ですね、これ搭載していませんので、例えば Suica とか Eddie とかそういった電子マネー機能は一切使えないということになりますし、クレジットカードにビザのマークついて非接触で決済するという機能がありますが、そういったものも当然ながら使うことはできません。また健康モニタリング系ではスマホのスリープモードをコントロール、これは OPPO のスマホのみと出ていますので、 Android スマホでもこの辺は使うことができないということで、 Android の中でも OPPO のみのスマホの機能になるということです。ここも要注意になりますね。では最後にですね、気になる価格になりますが、こちらは Amazon になっています。販売予定日が1月27日の金曜日になります。価格はですね、なんと6936円ということで、他社ライバルと比べて同等クラスになっています。
はい。というわけで、OPPO Band2 のスペック解説の方を行ってきましたけども、いかがだったでしょうか。まず価格になりますけども、実売価格が約7000円弱ということになっていますけども、他社のモデルと比べまして妥当かなという感じにはなっています。また GPS や決済機能っていうのはついていませんけど、ひとまずヘルスケア関連が一通り入っているということになります。先ほどですね、血中酸素がどうなのかなっていう話もありましたけど、他のサイトの情報をいろいろ見てみますと、しっかり入っていることも分かりました。このあたりは安心して使うことができるんじゃないかなと思います。しかしながらこちらのディスプレイになりますが、常時点灯モードですね。AOD がなんと非搭載ということで、今後にね、ちょっともしアップデートで対応できるのであれば追加してほしいなというふうに思います。とはいえ、OPPO というね、ブランドになっていますので、スマートフォンでは結構売れているメーカーになっていますし、知名度っていうのもある程度ありますので、それなりに売れるのかなという感じはします。そして Android と iOS では使える機能の違いっていうのが相当大きく出ていましたね。スマホを探すということやメディアコントロール、また呼吸障害リスクの評価っていうものが Android 版でないと使えないっていうのもちょっと痛いなと思いました。それらの機能が使えるかどうかに関して iPhone ユーザーがどう見るかっていうことによってね、販売動向が結構変わってくるかなと思います。というわけで今回 OPPO Band2 についてご紹介しました。この動画が良かったよって方は高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。